皆様、大変長らくお待たせいたしました。本日はプラネタリウムひろみボイスへお越しいただき、誠にありがとうございます。プラネタリウムの投影を始めるにあたりまして、3点ほどご案内申し上げます。当プラネタリウムは、イヤホンをつけてのご視聴を推奨いたします。お持ちの方はぜひご準備をお願いいたします。また、お布団に潜り込んだ状態でご視聴いただくのも大変おすすめでございます。次に、上映中に眠くなる可能性がございます。そのまま寝落ちできるよう、自動再生モードをオフにされることをお勧めいたします。なお、動画の途中と最後には広告は入っておりませんのでご安心くださいませ。最後に一番大切なお願いです。上映前に大きく深呼吸をし、全身の力を抜いてください。リラックスした状態でご視聴くださいませ。それでは足元の明かりを消しまして、プラネタリウムの投影へと入ってまいります。どうぞごゆっくりとお楽しみください。皆さんは星空散歩という言葉を聞いたことがあるでしょうか。星を見ながら夜空を好きなように巡る空想上の散歩のこと。人は想像することで、どんな乗り物よりも早く遠くまで旅することができます。満天の星はもちろん、遠くに街の明かりが小さく見えたり、周りに木々がうっすら見える星空も魅力的です。動物や植物の息遣いを感じながら、なぜこの宇宙に生まれて、こうして地球に立って夜空を見ているのだろうと想像してみたりします。そんな時、いつもどこか切ない懐かしさを季節ごとの風に感じるのです。地上ではいろいろなことがあります。でも夜空の星はいつも変わらずに輝いています。さあ、今夜は私と一緒に星空散歩に出かけましょう。月があったから人は宇宙を目指したのでしょうか。当たり前のように月を眺めてきたけれど、もしも地球に月がなかったら、空はきっと寂しいものだったでしょう。青い昼間の空が少しずつ赤く黄色く染まっていく。月の輝きがいよいよ増して、明るい星も見えてくる頃です。ぐいっと濃紺の闇が迫ってきます。地球で見られる一番美しい景色の一つだと思うのです。降るような星空の下では、
天の川の迫力に圧倒されます。静かに見える星空はダイナミックな営みを繰り返しているのだと改めて感じます。地面に寝転がって草の香りに包まれながら空を見上げてみてください。季節によって虫の声や風の匂いが違うことに気がつきます。そして豊かな生命を乗せた小さなこの星についてゆっくりと思いを巡らせてみましょう。人工の明かりがない場所で見る星空は空との区別がわからなくて宇宙に溶け込んだようです。やがて東の空が少しずつ明るくなり空を埋め尽くす星たちは朝の光の中に一つずつ消えてゆきます。日が暮れる頃、空の色がぐんぐん変化します。季節によっても夕焼けの色は異なり、見飽きることのない光景です。景色の美しい場所へ出かけることができない日もできない人も平等に見ることのできる地球で最も美しい光景の一つだと感じます。やがて東から夜がやってきて一番星がぐっと明るさを増していきます。時間が経つにつれ生き生きと星たちが輝き始めます。明るい星がいくつか見えてきたところで、星と星をつないで何かの形にたどってみると、星がつながりを持って見えるような気がしてきます。ここで星座の出番です。オリオン座や大熊座の北斗七星のように特に整った形の星座もあります。意味を持って星が並んでいると昔の人が考えたのもうなずけます。そんな時、ずっと昔の歴史の本でしか知らない時代を生きた人たちもきっとこうやって同じように星を見つめていたのだろうなと思いを巡らせます。海に囲まれた日本では漁師に夜明けの時刻を教えた星が、遠い大地では川の氾濫を知らせたそうです。星空は大きな時計になったりカレンダーになったり、疲れた心を癒したりしながらいつも人と共にあったのでしょう。キラキラの星を眺めるだけで幸せな気持ちになりますが、夜空のことを少し知っていると世界が広がる気がします。宇宙はどこまでも奥が深いのです。ここからはその入り口を少しお話ししてみたいと思います。夜空の星や月、太陽、
私たちの地球はどこが違うのでしょうか。ここでは大きく恒星、惑星、衛星の3つに分けて整理しましょう。まずは星座を作る星たち。これらは常なる動かない星という意味で恒星と呼ばれています。昔の人は動かない星と星を結んで星座を考え出しました。恒星は自分で光や熱を出して輝いています。太陽は恒星。昼間の太陽はなんと夜空の星と仲間なのです。恒星の周りを回るのは惑星。星空の星の間を惑うように動きます。地球は太陽の周りを回る惑星で8姉妹です。特に地球に近い5つの惑星は太陽の光を受けて明るく輝くので、何日か見ていると恒星の間を動いてゆくのがわかります。惑星は明るくて色も様々で楽しいです。惑星の周りを回るのが衛星。月は地球唯一の衛星です。地球に近くて一番親しまれてきた天体ですね。このように太陽を中心に8つの惑星が回っていて、地球は太陽から数えて3番目を回っています。これらの惑星とその衛星をまとめて太陽系と呼びます。太陽系は銀河系という1000億個以上の恒星の大集団の端にあります。星の大集団銀河は宇宙には無数にあるのです。私たちにとって地球はとても大きく感じられますが、太陽系最大の木星は直径が地球のおよそ11倍もあります。質量は他の7つの惑星をすべて足してさらに2倍するより大きいのです。惑星に比べると恒星はもう貫禄が違います。太陽は太陽系すべての惑星を合わせた質量よりもずっと大きく、木星のおよそ1000倍。さらに銀河系の中には太陽よりずっと大きな恒星がたくさんあり、例えば夏ならさそり座のアンタレス、冬ならオリオン座のベテルギウスなどいくつも見つかります。どちらも質量が太陽の何百倍もありますが、光のスピードで何百年もかかるところにあるため、光の点としてしか見えません。銀河系の外にはさらに銀河が無数にあります。そんなにたくさんの星があっても、現在生命の確認がされているのは地球だけなのです。星の名前や星座がわからないときには、星
星の明るさの違いを楽しむのも一興です。星の明るさに注目して数字で表したのが2000年以上前のギリシャの天文学者ヒッパルコスでした。目で見える一番明るい星を一等星、目で見える一番暗い星を六等星とし、それが現在でも使われています。一等星より明るい星はゼロやマイナスを使って表します。小さくても地球に近い星は明るく見えます。街中では二等星か三等星くらいまで見え、四等星ばかりの星座は少し見えづらいかもしれません。出かけた先で見える星の数を数えてみましょう。今度は明るく目立つ星を選んで色を見比べてみましょう。双眼鏡を使うと色の違いがわかりやすいです。星は白か黄色だと思っていたら、赤っぽい星、クリーム色の星、水色の星など、よく見ると結構カラフルなのです。青白い星はシリウス、黄色い星は魚舎座のカペラ、オレンジ色に輝く星はオリオン座のベテルギウスです。太陽が沈んで間もない、まだうっすら明るい空に最初に見えてくる星が一番星です。なるべく遠くを見る感じで探してみましょう。空が暗くなるにつれて2番星、3番星も見えてきます。特に金星は空を見上げることが少ない人でもふと目を奪われるほど明るく金色に輝いています。そのため金星が一番星だと思っている人も多いかもしれません。実は一番星は星座の一等星だったり惑星だったり季節によって変わります。最も身近な夜空の天体は何といっても月。星の見方がわからなくても月は簡単に見つけることができます。周期的に形や空に見える位置が変化するので、いわゆる旧暦は月を暦の基準としていました。また三日月を暦にしたという記述も残っています。春と秋の三日月は傾きが異なります。望遠鏡がなくても表面の模様まで見られることも魅力の一つです。月にまつわる言葉が話題になることもありますね。ブルームーンはその月の2回目の満月。また日本より緯度の高いイギリスなどでは地平線に近く赤みかかった月をストロベリームーンと呼ぶこともあります。みずみずしくて美味しそうなネーミングですね。ところで月はどのくらいの大きさに見えるでしょうか。低く見えている時には地上の景色と比べるためなのか大きく見える気がします。5円玉を手に持って、5円玉の上に乗せてみましょう。
腕をいっぱいに伸ばしてみると、真ん中の穴の中にちょうど月が入ります。空高く見える時にも同じように入ってしまうのです。案外小さいですか？それとも大きいと感じたでしょうか？ちなみに月の実際の大きさは直径が地球のおよそ4分の1です。月は人類が行ったことのあるただ一つの天体。いつか月から青く美しい地球を眺めてみましょう。時計やカレンダーがなかった時代、太陽や月、星は大切な目印でした。星は時刻や季節を知るために使われ、現在の暦へとつながりました。エジプトではシリウスが昇る頃、ナイル川が氾濫しました。シリウスに先駆けて昇る星は、そろそろシリウスが昇る季節だよと教えてくれました。秋には水亀座など水にちなんだ星座がたくさんありますが、これは星座が誕生した古代メソポタミア地方で雨季が訪れる時に太陽がこの星座の間を通ったからです。星座はまず北半球で作られましたが、大航海時代に南半球の星座も作られていきました。昔の人は太陽の通り道にある星座や月、時折現れる彗星などが国家や王様の運命を予言すると考えました。そのため天体の動きを観測する天文学者は時に占星術師のような役割を担っていたようです。星座は時代とともに増えたり、国によって違ったり、星座のない場所があったりして不便だということで、1930年に夜空を88の区画に分けました。こうしてすべての星は必ずどこかの星座に属することになりました。つまり星座は昔の人が描いた絵であり、さらに世界共通の区画、夜空の地図ともなりました。この星空を何千年もの昔の人が見ていたのだなと思うと、ふと星座ができた頃の人の心に触れたような不思議な気持ちになります。それでは最後に春の星座についてお話ししましょう。たくさんの花が咲き、外に出たくなる季節、春。お散歩しながら眩しくない場所へ移動し、スターウォッチングをしてみましょう。北斗七星をひしゃくに見立てると、逆さまになってまるで夜空に引っかかっているよう。中から水がこぼれ落ち、だから春の夜空は霞みかかったように見えるという話にも説得力があるように思えてきます。北斗七星は大熊座の一部。大きな熊の背中から尾にあたります。夜空の熊は尾が長いので、
さらに伸ばして星座探しの目印にさせてもらいましょう。少しカーブしている尾をそのまま伸ばしていくと明るい星が2つ見つかります。牛飼い座のアルクトゥルスと乙女座のスピカ、そしてこのラインが春の大曲線です。春の淡い星たちの中でひときわ目を引くのがアルクトゥルス。キラキラと目立っています。大熊と小熊の物語をご紹介いたしましょう。月と狩りの女神アルテミスに仕える森の妊婦たちは生涯結婚せずに忠誠を尽くすと誓っていました。しかし大神ゼウスに見初められた美しい妊婦のカリストはゼウスの子供を宿し、怒ったアルテミスによって熊の姿に変えられてしまいました。カリストの息子のアルカスは立派な狩人に成長し、ある日カリストの暮らす森の奥へと入って行きました。アルカスを見たカリストは自分が熊の姿になっていることを忘れて思わず息子へと駆け寄りました。大きな熊が走ってきたことに驚いたアルカスは母に矢を向けたのです。それを見ていたゼウスが驚いてアルカスも熊の姿にして二人を夜空に上げました。カリストが大熊、アルカスが小熊の姿になり、夜空で追いかけっこするように仲良く並んでいます。牛飼い座の物語です。ここに描かれているのはゼウスとの戦いに敗れた巨人族の一人アトラスです。アトラスには天を支える仕事が与えられました。天を支える仕事はとてもつらく、いつしかアトラスの体には苔が生え、森林ができました。あまりの辛さに通りかかったペルセウスに声をかけ、自分を何も感じない石に変えてくれとお願いしました。ペルセウスは見るものすべてを石に変える怪物メデューサの首を持っていたのです。石になったアトラスの姿はアフリカ北西部にアトラス山脈として見ることができます。アトラスの見下ろしている海が大西洋、アトランティックオーシャンです。さあ、そろそろ星空散歩も終わりに近づいてまいりました。皆様の頭の中ではどんな星が、惑星が、衛星が、銀河系が巡り巡っているでしょうか。今宵もお付き合いいただきありがとうございました。どうぞそのままごゆっくりと目を閉じて、頭の中のスターウォッチングを心ゆくまでお楽しみください。